親父が死んだ時にどうするかってなった時にやっぱ絶やしたらいかんよねって。だけど私がするっていうの。女のくせに何倍言おうとかって。私も負けん気が強くってっていうのもあるっちゃけれども、もう勝手にほざいとけって。私が作った商品を見て言ってて。いらっしゃいませ。こんにちは。ちょっと遅くないですか？いえいえ、大丈夫です。はい、よし。ちょっととりあえずお湯沸かさない関係、今日は8時に来てもうすぐ一番に火つけて、それからあとはいつも通りの作業。お昼はもうコンビニ弁当。いつもコンビニによってタバコを買ってくるけさ。今日は楕円弁当作るけん。そうそう。楕円弁当が大中小豆ってあるんだけど、今日中を曲げます。で塗装とか何もしてないんで通気性があるんですよ。だから夏の暑い時とかご飯が傷みにくいっていう特徴があるし、木がですね程よく水分をこう調整するんですよね。冷めても美味しいご飯が食べられるんですね。ある程度もう板を材木屋さん製材してきて、高い曲げ物を作る時は200年300年経った木を使います。でもお弁当箱はまあ 4.5 センチの高さだから、まあ5、60年経った木を使ってます。うちの初代の没年が慶長5年が西暦1600年の関ヶ原の年なんですよ。だから1600年だから424年。私で18代目になります。200年300年の、まあ命ですよね。切って育ってる命、それを420年伝えてきた技術で、形にしてまた別の形として生き返らせる、そんな感じですかね。たまちゃんスケールがごめんなさいね、たまちゃんスケールがたまちゃんスケール、これ高さです。これが高さになるから、これが曲がって高さになる。で今度はこの厚さをカンナでこれは荒削り今からします。よいしょ。削ったくず、そうだったら米。のこくずがね鼻に入るけどすぐいつもマスクして強くなるけどのこくずでこう舞うからね、くしゃみが出るのよ。
の0.1を削ることによって艶が違うの分かるかいな。あくまでもこういう機械ってローラーでこうガーってするから、さっきちょっと横筋とかあったじゃない。ああいうのを取るよね。ローラーでこう削ったねガタガタしたので出すっていうのはないよなと思う。やっぱり綺麗に刃物をかけないとねって。手元取るんだったらあっちに行かないかんよ。その椅子をちょっとこっち側に押してやろうかな。座り込んで、さっき鉛筆で印つけたやろ。この鉛筆のところからこう削る。そうするとこうかぶさった時に大体こう厚さが一緒になる。これもカンナをかける方向があるのよね。年輪を見て曲がる方向だから、この木はこう曲がる。木目がこう斜めになってるやろ、はい、ということはこうまっとうってことはやっぱこっち側が内側ってこと。外側と内側のあれは木目で、見ます。で反対側もだからここが重なる部分です。わかります？なんですか？いやいや、ただあれよ、これだけだったらこっちは閉まってもこっち側がほら動くやん。だけグッと押さえるために廃材をポンと差し込んどだけ。廃材利用っていうのも大事だから、ちょっと環境には優しいからね。そこが抜けんぐらいに上手になるの5年かかるんじゃないかな。10年も持つ20年持つ弁当箱を作れるかって言ったら、やっぱりそれだけ数をこなした年月の長さの人しかできないと思う。年間で2000個は作ってるからね、40年近く。それで考えて単純計算したら8万個は作っとるよね。8万個作ればやっぱり上手にはなるよ。体で覚える、それが一番大事かなとは思うけど。でこれをお湯につけます。はい、巻きが丸とか楕円とかあるから、それに合わせてよし、中と小ね。これは杉の木の繊維を柔らかくするために煮込んでるんですよ。それによって曲がる。開けてもらったら木の厚さによって違うから、こんな薄いのは煮込んで1時間、そうするとこう曲がるよ。こう合わさるとこね。で木ばさみで止めて、はい、終わりです。親父が人の保証人になって保証人倒れしたけん、
やっぱ実家を売らないかんことになった。親父が蘇生して、家をなくなした。じゃあその時に私が言ったのはやっぱり私が作れるもんやけんもうしようと思ったのよね。家を売って場所が変わったとしてもできんことはないっちゃけんまた盛り返して頑張ろうやって言った矢先にそれこそ本当に病院に行って検査してみろってなってがんが分かったとね。もう検査に行ったらあと半年ですって言われたけん、そしたらもう2ヶ月しかもたやった。もうその五臓六腑に転移しとったけん、親父が死んだ時どうするかってなった時に、いやいや17代まで続いた曲げ物っていうね職人の家をただの柴田さんで終わらすんじゃなくて、やっぱ曲げ物はね17代っていうのは曲げ物をしてきよったけん17代目って言えるじゃないでよ。だからそれはやっぱ絶やしたらいかんよねって。だけど私がするっていうと女のくせに何倍言おうとかって私も負けん気が強くってっていうのもあるっちゃけれども、もう勝手にほざいとけって私が作った商品を見て言ってて。こっちにこう部品があるのよ。でそこを、こうグッと締めていきます。ちょっとねこう漬け込んでるんや。桜の木の皮ね、とにかく皮が剥がしやすいぐらいにもう1ヶ月以上経つと思う。こう乾いてるでしょ。このツルツルとこれだけ柔らかくなったらうちの父親が福岡市の無形文化財の技術保持者として父親が持ってたから博多曲げ物っていうものが文化財になってたの。でそれは人に与える技術だから、無形文化財っていうのはなくなったらやっぱり返還しないといけない。だから今は博多曲げ物っていうのが文化財には指定されてないの。だから今度私が技術を認められて私が技術保持者として博多曲げ物を文化財にまた推し進めないといけないと思ってます。だから本当それも頑張らないといけない。だから今回ね曲げ物を使って曲げ物体験曲げたりする体験とかをしてもらうツアーをするんですよね。でなんでそれをするかっていうと曲げ物って商品じゃないですか。だから今までは物売りだったんですよ。じゃなくって私曲がるのって楽しいと思うんですよね。まっすぐな木がなんで曲がるのっていうのはやっぱりそれを体験してもらいたいなとは思います。でそれで曲げたものをですね、作って持って帰ってもらいたいなと思ってます。まだまだ知られてないのよ。曲げ物っていうのがあるねってわっぱねとかお弁当箱だけねとかいうような感じだから、じゃあ弁当箱だけじゃないとって部屋の空間に
オブジェとしてでも曲げ物を置いとったらすっごいリラックスして癒しの効果あるから癒されるとよって、そういうふうな部分で身近に感じてもらえるようなものをどんどん発信していったらいきたいなと思ってます。